焼き鳥。滴る油と香ばしい香り。多くの人を虜にするこの居酒屋の定番メニューで業績をぐいぐい伸ばしているのが、店舗数600以上、居酒屋チェーンで日本一の店舗数を誇る、そう、鳥貴族。コスパが良くて美味しくて、結構どこにでもあるから、安くてボリューミー。こんなに美味しかったよ、こんなに安いんやみたいな鳥貴ラブですね。何を食べても全品370円の均一価格。抜群のコストパフォーマンスで店は連日満員御礼。この巨大焼き鳥チェーンを一代で築き上げたのが創業者の大倉忠社長だ。創業は1985年、25歳の頃、東大阪市の9坪の店から始まった。創業2年目でメニューを改革。一体何を売っていた？当初から全国チェーン目指しましたので、新しい市場を開拓しようというね。に出してみるか。大丈夫ですかね。出店費用は今までの倍はするけど、で成功したらその後の成長の弾みになるはずや。大逆風だったコロナ禍を乗り越え、直近の決算では売上高、営業利益ともに過去最高を記録。快進撃の理由は何なのか。営業時間前の店舗にカメラが入ると、厨房で行われていたこととは。さらにテレビ初取材。研究開発室で行われていた実験とは。スタジオでは新商品の試食をかけてクイズバトル。当てたい。今年社名をエターナルホスピタリティグループに変更。ジャパニーズ焼き鳥で勝負する世界戦略とは。関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話。早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。エターナルホスピタリティグループ大倉忠社長です。どうぞお入りください。お世話になります。どうぞお入りください。先ほどエターナルホスピタリティグループのロゴがありましたけども、あれが赤なんで今日赤いネクタイ。その通りでございます。僕てっきりね、黄色いネクタイでお越しになるのかなと思ったんですよ。以前は黄色でした。そうでしたか。鳥貴族のカラーといえば黄色ですので。牛窪さんは行かれたことは？はい、もう何回ももちろん1ヶ月ちょっと前も、大学院で教えてるので学生とも行きますし、何か食べた後でやっぱり飲み足りないねとか、ちょっとやっぱり焼き鳥食べたいなって言って二次会的に鳥貴に行くっていう。ナジャさんは鳥貴族は行かれたことありますか？私本当これね、社長には申し訳ないんですけど、実は行ったことないんですよ。あれちょっと珍しい。いや、というのは、ずっと言ったらゲーバーでバイトしてましたから、若い時から。鳥貴族がオープンの時間に私も出勤なんですよ。なるほど。でそのままずっとゲーバーって日の出までやってますから、結局店終わった後、じゃあどっか行こうかって鳥貴族は閉まってるっていう。本当に私50歳になって鳥貴族に行ってない、その後悔しかないですよ。まだデビューこれから。一代で巨大焼き鳥チェーンを築き上げた大倉社長のその半生と成功秘話にジャストミートや。大倉忠が生まれたのは1960年。祖父は玩具製造会社の創業者。忠が育った東大阪の実家の横にはブリキのおもちゃの型を作る工場があった。忠は父親がブリキのおもちゃを配達するときによく一緒についていった。今回もいっぱい作ったな。そうやな。買うてくれた人が喜んでくれたらええな。その通りや。なあ忠。何お父さん。商売はええぞ。頑張ったら人より儲かるし、やりがいもあるんや。お前も大きなったら商売するんやぞ。そして高学年になると、今度は母親が事業で成功した親戚を引き合いに出していった。
あの人はなんで成功したと思う？わからんな。あの人は若い時から他の人が遊んでる時に仕事してはったんや。だから成功したんやで。ええ方だし、成功したかったら他の人が遊んでる時に努力するんやで。わかった。なんと正は小学生のうちから成功への道しるべを母親から伝授されていたのだ。それがなんかずっと私の中に頭にあって、その後社会出て働き出しても、やっぱり人より働ければやっぱり人より成功するんだなというなんか自分なりになんか感じていましたね。だから人より働くことがなんか快感でしたですね。成功への転機1。高校生の時ビアガーデンでバイトを始め、焼き鳥を任されることになったのだ。その結果お待たせしました。ああ、兄ちゃん兄ちゃん兄ちゃん。何ですか？あ、高校生か。そうです。おい、なんやこの焼き鳥。めちゃめちゃうまいやないか。うまいよな。わしもそう言おうと思ってたんや。そして店側からも、大倉君は人より仕事を覚えるの早いし、高校生やのにしっかりしてるな。これからどんどん仕事任せていくから、そのつもりでいてや。ありがとうございます。俺この仕事向いてるんかな。自分が焼いた料理した焼き鳥をお金を払っていただいて、そしてまた美味しいなとか言ってもらえたのはなんか不思議な思いと、なんか感動。この道で行ったらなんか面白い人生歩めるんじゃないかなと。この経験が大倉を飲食の道に導いた。高校卒業後は辻調理師専門学校へ入学し、リーガロイヤルホテルに入社した。大倉はほぼ毎日終電で帰宅するほどよく働いていた。そんな大倉の心のオアシスとなっていたのは、お、今日もやってんな。そう、家の近所の焼き鳥店。どうも大将。おう、いらっしゃい。今日何する？とりあえず生で。はいよ、生いっちゃおう。ご夫婦でやられておりまして、その夫婦の掛け合いも面白かったんですね。だからそういったトークを聞きに行くのと、やっぱり初めてその大人になってお酒を飲みながら食べた焼き鳥が美味しかったという、それもちょっと感動しましたね。成功への転機2。馴染みの大将が自分の店を開いたのだ。その店でも常連客だった大倉は店を手伝うようになっていった。大倉君、折り入っての頼みがあるんや。何ですか？一緒に店やらへんか？ごめんなさい。洋食の道へ進みたいと考えていた大倉は店主の誘いを断ったのだった。しかし何度も誘われ続けたある日、今後はチェーン展開を考えてるんや。大倉君とならできそうな気がするんや。俺と大チェーンを作ろうや。大チェーン、確かに社会的にインパクトがあることができるのはいいな。わかりました。やりましょ大倉忠22歳で転職。その大チェーンという言葉に心が、動きました。何か社会的インパクトあることがしたい、なんかもっと大きなことをしたい、そういった心が芽生えていたのと、その方の大チェーンという言葉がやっぱりちょっとつながったというんですかね。
だから焼き鳥屋に惚れて焼き鳥屋が好きで行ったんではなく、その方の夢の大きさに惚れて焼き鳥屋業界に入りました。給料が安くても休みがなくてもいいです。社長、どんどん店を出していきましょう。しゃあ、目指すは大チェーンや。大倉は当時店長をしていたが、メニューの開発だけでなく物件の契約にも携わった。店舗は3年で7店舗に拡大。しかし社長、僕めっちゃええアイデアが浮かんだんです。ほう、どんなんや。全品均一価格にするんです。そんな店他にないし流行る思いませんか？ああ、大倉君、それは無理や。お店が増えていくと仕入れ価格は下がっていきますし、その分お客さんに還元しましょうよ。その考え方は俺には合わん。俺は利益はできるだけ店に残すべきやと考えてる。いろいろなアイデアが生まれたが、全てが提案通りにいかないことにフラストレーションがたまるようになってきたのだ。なんで分かってくれへんねん。そして1985年独立、外食産業日本一を目標に鳥貴族1号店を東大阪に創業した。鳥貴族ってなんでそんな店名にしたんですか？お客様を貴族のように大切にしたい、そんな思いを込めたんや。なるほど。看板も焼き鳥屋さんっぽい赤ちょうちんって感じじゃなくて、若い人も入りやすそうですね。おじさんがターゲットの店はたくさんあるからな。これからは若い人を取り込んでいかなあかんと思うんや。女性客が行きたくなるような焼き鳥屋にしたいねん。しかし創業から1年間は苦戦。赤字が続く中、父親が客としてやってきていた。まあ商売最初はこんなもんやな。親父は売り上げを心配して通ってくれるけど、確かにこのままではやばいよな。店が軌道に乗るまではやるつもりなかったけど。ここでスタジオのナジャさんにクイズです。創業1年間の赤字でもう後がなくなってしまった僕ですが、ある作戦を導入します。さてそれは何でしょうか。10秒でお答えください。赤字挽回。でもこれ今までの VTR 見るとここのタイミングで多分均一価格っていうのを取り入れたと思うんですけど、どうでしょう。正解は何を食べても何を飲んでも全品250円。これから鳥貴族は全品250円でいきます。そう、前の店で実現できなかった全品均一価格を鳥貴族で採用したのだ。当時は250円。これが客の心をつかみ、鳥貴族の代名詞ともなった。成功への転機3。住宅街や郊外に絞って店舗を増やしていた鳥貴族だが、2003年頃業績が伸び悩み、社内には停滞ムードが。そこで大倉が賭けに出た。道頓堀に出してみるか。大丈夫ですかね。出店費用は今までの倍はするけど、道頓堀で成功したらその後の成長の弾みになるはずや。出店を決めたのは1階ではなく3階の店舗。2階以上の立地に出店すること自体が初めてだった。やっぱりそこも勝負ですよね。そんな空中階にお客様って本当に来てもらえるのかなと。ただやっぱりそのビル自身が非常にいい立地で、全てが飲食店で、やっぱりどこも繁盛されていましたので、ビル自体に集客能力があるので、うちの存在を分かってもらえれば、良さを分かってもらえれば、お客様はやっぱりついてくるんじゃないかなという思いですね。この賭けが大当たり。
道頓堀店の成功を機に繁華街への出店も加速。2005年には関東にも進出し、2007年には100店舗を達成。しかし就職決まったんか？あ、いやまだですけど。それやったら大学卒業したらうちの会社に来おへんか？ありがたいんですけど、親が大学卒業してまでなんで居酒屋なんだって反対するんですよ。社長、本当に申し訳ないです。そうか。まあしゃあないな。しゃあないなとは言いつつ、何とかして飲食業界の地位を上げる方法はないもんかな。そこで大倉社長が目指したのは株式上場。2013年300店舗まで増やすと、翌年目標の上場を果たした。我々業界って社会的地位低いなという思うことがたびたびあったんですね。だからなんとかこの業界の地位を上げたい。だからその前に自分の会社から上げようということで、じゃあ上場を目指そうと、そういう、気持ちでしたね。そして今年5月、エターナルホスピタリティグループへと社名を変更。2024年7月期の決算では純利益が21億円を超え、過去最高を更新した。社内外に海外進出する本気だというのを、発信したかったということ、第二の創業の思いで永遠に続く会社に、することだなというところに私は考えが行き着いて、それをすごく大事にしてますね。社名を変更した日、アメリカ・ロサンゼルスの焼き鳥店を買収したと発表。その後台湾では現地食品企業と合弁会社を設立。韓国にも子会社を設立し、アジアでの出店準備を進める。そう、グローバル企業エターナルホスピタリティグループの快進撃はすでに始まっているのだ。いや、私はまずね、やっぱり社長が子供の時に母親から、みんなが遊んでる時にやっぱりちゃんと努力したら実るんだよっていう言葉、それって多分ね、ほとんどの子供が親に言われてることでもあると思うんですよ。でも子供の時やっぱりそんなこと言われるけど右から左で気にせず遊んじゃうじゃないですか。それをやっぱりちょっと心に留めて、それを常にこう頭の中に置いておくっていう、なんか社長のその根の真面目さっていうか、なんかそこが根本にあるのかなっていうのをまず感じましたね。祖父もそうですし、もう自営業が親戚も含めて、もう周りがほとんどだったんですね。だから商売が身近にあったというのが大きかったんじゃないですかね。そうか、鳥という非常にカジュアルな、食材と貴族っていうわりかしとんがった、これをよく結びつけましたね。お客様を大切にしたいというのが映画などで海外のですね、やっぱり貴族をすごく大切にするような場面とかが、私の中に印象であったんでしょうね。なるほど。貴族ってあれだけ大切にされるものなのかと、じゃあお客様もあのように大切にすれば、というので、貴族というのが浮かび、で鳥貴族とすれば、若い方女性客もちょっと従来のイメージではない焼き鳥屋を。全品均一価格はいつ思いついたんですか？私が20歳の頃ですね、よく通ってた炉端焼き屋さんが230円均一だったんですよ。それが一お客様の立場でも大ファンになってですね、でいつから自分でお店やることがあればですね、この均一価格絶対やれば入るなと思ってたんですね。だから私も実はマネなんですね。バブルの時代ですよね、1980年、高くても行くよっていう時代だったのに、それをやられたっていうのはすごいことだなっていう、すごい先見の明ですよね。ドリンクも250円じゃないですか。本当だ、当時から生ビール日本酒も250円です。うわ、すごいわ。僕が好きな鶏釜飯、鶏釜飯、3人前弱あるんですよ。370円ですよ。そう、確かに。ちょっとあれも
ちょっとこう無理をしてらっしゃる感じですかね。ちょっと無理してます。そうですね。やっぱり徐々に引き上げて。道頓堀への出店は勝算はあったんですか？勝算はあったんですか？正直半々です。やはりそれまでは大阪でもローカルでやってきたものですから、やっぱり道頓堀というのはもうナショナルチェーンから競合がひしめいてるわけですから、なかなか本当に通用するのかは、自信あるとはよう言わなかったですね。いざ蓋を開けてみて順調にいったんですか？もうロケットスタートでした。ロケットスタート、ベン・ジョンソンですね、じゃあね。あ、そうですか。ズドーンといったわけですか。だから正直その時思ったのはですね、5部屋あったらダメですけど、なんと繁華街は簡単に売り上げ上がるんだな。なるほどね。もっと早く出店すればと思いましたね。店の入り口にかかっているうぬぼれ中は社長が書いている？ご自身で書いてらっしゃるんですって？全店舗私が筆で書いております。そうなんだ。これヌートボーがやっぱりすごくちっちゃいですから、これは何か考えがあってこのデザインというか。いやもうただちょっと面白いかな。面白いかな。それで自分で逆にでもこれ気になりますよね。見てしまいますよ。社長室で書かれるんですよね、きっとね。いえ社長室ないんですよ。弊社フリーアドレスで。で私も毎日出勤して日々変えてます、座るところを。あ、そうなんですか。どこ座ってもいいですか。でこれ書くのはどこで書いてるんですか？その時空いたデスクの上で。そうなんですか。失敗する時もありますよね。いやもうないです今。ないですか。そうなんですか。失敗してもわからないようにしてます。もしかしたらこのヌートボーが小さいのも失敗かもしれない。そもそもね。平日にもかかわらずほぼ満席の店内。大倉社長の狙い通りおじさんだけでなく若い世代の客も多い。なぜ鳥貴族に？こんなに美味しかったよ、こんなに安いんやみたいな。雰囲気もいいし、コスパもいいし、美味しいし。僕たち学生なんですけど、この安さ、学生の味方やなって感じがする。一番多かった意見は価格の安さ。そう、鳥貴族では焼き鳥、一品メニュー、ご飯物、飲み物まであれもこれも全部一品税込み370円。この手頃さが人気の理由の一つだ。どのようにしてこの価格を維持しているのか、そのヒントはこのメニュー表に。牛、豚、魚など鳥以外の料理がないこと。日本経済新聞社の安藤記者は、鳥貴族はメインの食材を鶏肉のみに絞っておりまして、それによって必要な食材の種類を減らすことができています。それが結果として大量調達につながり、仕入れの単価を下げることにつながっています。さらに出店戦略でもコストを抑えている。道頓堀店を3階に出店したという話もありましたが、鳥貴族が駅前のオフィスビルなどに出店する際には1階ではなく2階以上であったり地下階に出店することが多いです。それは1階よりも賃料が安く抑えられるというところですね。反面その集客に不利になるんではないかという指摘もあるかと思うんですけれども、それを補うための戦略としてドミナント戦略というものがありまして、特定地域にですね集中出店することで集客を補うと。一方であえて労力をかけていることもある。昼過ぎの店内を覗いてみると営業開始に向けた準備をしていた。鳥貴族では焼き鳥は一本一本スタッフが店で串を打っている。鳥というのは本当に手を入れた瞬間に劣化スピードが上がるわけですから、やっぱりお客様のお口に入る手前である店舗で串打ちをした方が美味しいという思いで効率とか度外視して、まずお客様に喜んでいただくの方を優先してます。鶏肉は豚や牛と比べて水分が多く傷みやすいため生の状態で仕入れている。各店舗で必要な分だけ切り分け串打ちすることで鮮度を保つことができる。コストを考えれば非効率だが品質を保つためには譲れないこだわりだ。そしてもう一つ美味しさのためにこだわっている点がある。
取材班がやってきたのは浪速区にある大阪工場。案内された先は、ここが鳥貴族の、タレの工場になれております。中には何が？ここが鳥貴族の、タレの工場になれております。作っていたのは焼き鳥には欠かせないタレ。この工場で全国に600以上ある全ての店舗で使うタレを製造している。朝の10時に火をつけましてですね、3時半から味付けでございますので5時間半ほど煮込みます。リンゴとですね、玉ねぎと人参と生姜で、あと昆布と手羽先のチップみたいなものがありまして、それを入れてます。食材に関しましてはもう国産のもので、やってます。全国展開するチェーン店の場合、タレは業務用の食材メーカーに外注するのが一般的だというが、鳥貴族では品質を守るため全て自社で製造し、毎日全国の店舗へと届けている。これをじゃあ北海道持ってくる、コストをカットする点とこだわる点を明確化し、安くてうまいを両立しているのだ。あれ何時頃からやってるんですか？あれ早い店ですと午前10時くらいですね。で開店が5時。はい。いやでも大きい店舗ほどやっぱりそれだけ串が出るわけですから。そう。はい、1000本ぐらい出るお店もある。はい。串打ち仕込みと営業は分離しても。なるほど。じゃあ串打ちの担当っていう。はい。だからランチ営業はできない。そうですよね。秘伝のタレ見せちゃって大丈夫だったんですか？こんなになんかいろんな素材が入ってると思うなかったね。さっきでもなんか言っちゃって大丈夫なんですか？あれは企業秘密ではないんですか？でも本当にこう分量とか、調味料の分量、また時間とか火加減、これでも全然変わりますので。はい。もう社長に聞いてみたかったんですけど、これこのタレの部分はセントラルキッチンでここだけはやってるじゃないですか。でもなんかお店によって結構タレの味が同じメニューでも違うかなっていうものがあったりするんですよ。本当に細かく言いますと全店違うと思います。というのはやはり現場で焼いた焼き鳥をつけて出してますでしょ。焼き鳥の出方といいますか、例えば皮ばかりが出るとこであるとか、でまた忙しい店ほど追いタレをやっぱりしますので、まあ私からすると暇な店の方がタレは美味しいのかもわかりませんね。なるほど。寝かせるから。そうです。工場から運ばれたすぐのタレだけでやっぱり焼いてもですね乗らないんですね、あまり。やはりお店で使うほど熟成されるというんですか。そうか。じゃあちょっと人気のない店行って。でもそれを社長がその発言することによって暇な店が忙しくなるからまたこれ売り上げ上がるんですよ結局ね。うまいですね。この発言うまいですね。いざ一石二鳥鳥貴族売上ランキングクイズ。これはということは売上ランキングトップ5の商品についてクイズを3つ出します。1問でも正解すれば鳥貴族の商品が食べられます。豆知識もゲットできちゃうまさに一石二鳥のコーナーです。食べられるのは桃貴族焼きのタレと12月1日に発売する新商品、一体どんな味がするのか。早速いきましょう。鳥貴族フードメニュー売上ランキング。まず第5位は砂ずり。コリコリとした食感が癖になる王道の一品。第4位はポテトフライ。添えられたバターソースとの相性は抜群だ。続いては失礼いたします。こちら第3位のつくねチーズ焼きです。ここで問題。早速大チャンス。そうこれ当てながら鳥貴族に行ったことがある人ならすぐにピンとくる問題です。つくねチーズ焼きのアクセントとしてつくねに混ぜられている食材は何でしょうか。 A レンコン B 大葉。さてどっち。
鳥貴族の人気メニューつくねチーズ焼き、混ぜられている食材はどっち？これはだって食べた人間だったらみんなわかるでしょ。そうでしょうね。これはじゃあ食べてなくてもきっとこっちの方が合うんじゃないかなっていう気はするんじゃないかな。それでは答えを一斉にオープン。じゃじゃじゃ、はい。選んだのは3人とも B の大葉。すいませんね、みんなガチで食べようと思って。いや、そうですね、そうですよ、本当に。レンコンは入れるとやっぱり歯ごたえも出ていいかなと思ったんですけど、歯ごたえはやっぱり焼き鳥と軟骨を細かくて入れるかなと思ったから、そう考えるとまあ大葉合いそうじゃないですか。そうですね。では大倉社長、正解発表お願いします。はい、B の大葉です。よっしゃー。これで食べられる。これ食べられる。これで食べれるわけですね。だからもう後のクイズふざけていいってことですよ。そうね。さあ続いては2位を一旦飛ばして1位からの出題です。どうぞ。栄えある1位は皆さんお分かりですよね。これやね。鳥貴族のザ定番桃貴族焼きタレ。ビッグサイズの名物メニューが売り上げトップ。ここで第2問。桃貴族焼きで一口目に感動してもらうためにあるこだわりをしています。そのこだわりとは一体何でしょうか？テレビの前の皆さんも一緒にお考えください。鳥貴族の定番メニュー桃貴族焼き、一口目に感動してもらうためのあるこだわりとは何でしょうか？感動があるわけでしょ、一口目に。これでもふざけてもいいと思ったけど、やっぱ当てたくなりましたね。いや、そうなんですよ。なんかね、そうなんですよ。当てたい。さあそれでは皆さん答えを一斉にオープン。3人ともバラバラの回答に。ナジャさん、タレ多めとはどういうこと？一口目に入るその鶏のところは、もう一回タレをつけて味をちょっとしっかりめにして、あ、美味しいなって、味しっかりしてるなっていう。一つ目の鶏、先端の鶏をちょっと大きくする。それなんか大きく見えますもんね。そう言われるとそうですね。さあそれでは大倉社長、正解発表してください。お願いします。はい。一つ目の鶏を大きく。やったー。ジャストミー。そういう工夫をしてらっしゃるのがすごい。でも最初やっぱり大きくて肉々しい感じ、やっぱ嬉しいですもんね。あとまあ焼き台の火加減の関係もあるんですけども、やはり串の手前は火加減弱いので、やっぱり小さく。で串持った時もやっぱり遠いところが重たいと、こうやっぱりこうなるじゃん。なんかこうずっしり感も出ますよね。確かにね。もうその通りです。はい。ね。そうかそうか、重心が遠くにあるからちょっと重くなるもんね。考えてますね。あります？あと鶏肉の脂をこうネギにこう染み込ませるために、実は皮とネギをこうふっつけて刺してます。さあでは最後の問題は大倉社長ご自身から出題いただけるということですが、社長お願いします。はい。では売上の第2位はそうか。何でしょうか？女性に大人気です。女性に大人気。でも2位ですもんね。2位ですもんね。めっちゃ当てたいな。さあそれでは皆さん一斉にフリップをオープン。こちらです。またも3人ともバラバラの回答に。マーケティングの専門家牛久保さんは、ふんわり山芋の鉄板焼き。これもう私も大好きなんですけど、私人が頼むのを全部こう見るたちなんですよ。マーケティングにもなるの。女性結構頼んでるなっていう印象なんですけどね。私は和風鶏ポテトサラダかなと思ったんですけど、で和風っていうところもなんかこう女性割と頼むのかなっていうの。ポテトサラダって割とポンポンポンって早めに出てくるから、まあ僕は初ハートでございます。やっぱり女性って恋バナが好きじゃないですか。でハートハツを食べながら彼氏のハートをいただくみたいな。なるほど。ね、トロトロなんでお腹いっぱいやなって時でもこうスルッと食べれる。1年ぐらい海外に行って帰ってきたばっかりなんですけど、ずっとこれ食べたいって喋ってて、ここでしか食べられへんみたいな、4人で2-2で分けるように肉足し頼みました。皆さん分かりましたか？
鳥貴族売上ランキング第2位。女性客から圧倒的な支持を得たのはふんわり山芋の定番焼き。そうなの。真ん中の黄身を割って混ぜると口の中で柔らかくとろける。実はこのメニューあることがブームになっている。それが自宅再現レシピ。じゃあこの真ん中あたりにうずらをポコーンって1個ね。鳥貴族風山芋の鉄板焼きの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。こちらの動画は24万再生を記録。SNS で検索をするとたくさんの再現レシピが見つかる。というわけで2位はふんわり山芋の鉄板焼きでした。皆さんわかりましたか？やりました。美味しそうでしたもん。そう本当にとろとろなんか癒されるって感じなんですよ。そうなんですか。はい。社長今そう再現をするのがちょっとしたブームになってるんですかこれ。そうなんですよね。やっぱりそれほど大人気で。もう再現されちゃうと困っちゃいます。そうですね。うちで作るかみたいな。ありがたいことです。ありがたいことです。正解した皆さんでまずは看板メニューを試食。もう柔らかい。美味しい。ジューシーですし、ね。やっぱり一口目に感動があるっていうのは分かりますね。これ。しかもネギにやっぱり確かに味がすごいネギにも染みてる。続いて来月発売の新商品、一体どんな味なんですか？バットですよ。すごい外がカリカリで中がジューシーっていうか柔らかいです。すごい。いいんですかこうなってしまう。行ったことないんですよ。鳥貴族。そうよ。ぜひ鳥貴族行ったことがない人が来月の新商品食べるってどうなんだろうこれね。もう先取りですよ先取り。鳥だけにね。鳥だけにね。うわ見てくださいこれ。うわこんな贅沢あります？このオレンジ。どんな幸せ。鶏のその肉汁のうまさとこの卵のまろやかさのこの絶妙なハーモニー、最高です。これは一体？これは新商品ですね。これはなんか斬新。いきましたね。お餅はつまりご飯じゃないですか。でご飯をちょっとこうお出汁の効いた揚げでくるんで食べて、そこにわさびがつるんとくるんで、いいバランスになってます。なるほど。大きな鶏のもも肉を鉄板へ。上からプレスして余分な油を落とす。作っていたのはなんとハンバーガー。先月発売したグリルチキンバーガーだ。これを売っているのが京都の観光スポット伏見稲荷大社から徒歩4分の鳥貴バーガー。焼き鳥店ではないハンバーガーの新業態だ。3年前東京に初出店し、関西には去年オープンした。お肉に関しましてはフレッシュの生肉、こちらを原材料として使用してソースに関しましても鳥貴族の焼き鳥のタレからお店で調合し毎日製造しています。現在海外進出を目指しているというが、外国人観光客の反応はChicken was really well done and put in a nice barbecue sauce. It was very good. 鳥にまつわる事業の拡大は他にもある。実は去年50年近い歴史を持つ居酒屋チェーン焼き鳥大吉を買収した。若き日の大倉社長が通い詰めていたあの大吉だ。しかし大吉は鳥貴族と同業種の焼き鳥店。客の奪い合いにはならないというが、一体なぜ？その秘密は立地にある。最寄り駅から大吉の店舗を探してみると、駅の周辺には見当たらず、人通りもまばらになってきた住宅街を歩くこと9分。
ようやくたどり着いた。道頓堀店での成功以降、繁華街での出店が多くなった鳥貴族とは対照的に、大吉は住宅街をメインに出店している。客のほとんどは地元住民だ。店の大きさにも違いがある。鳥貴族は70から80席なのに対して大吉は20席ほどと小さめ。久石さん何年なんかもうちょっとでもう言うてるもんね。もうですか。早いもん。早いですね。もうそうなりますか。そんなもう来月かな。ちょうどあと1ヶ月。まあ家族さんとも仲良くここで喋らせてもらったりとか、お子さんの成長とかも大きなったなみたいな感じで。テイさんが好きやからという感じでここに越せまいという感じが。鳥貴族と大吉は合わせて1100店舗以上。出店戦略の違いでうまく住み分けを行い、鳥貴族では集客できなかった層の取り込みを図っている。さらに今回焼き鳥のさらなる美味しさを追求する重要拠点にテレビカメラが初めて入った。テレビ初取材、研究開発室では一体何が。テレビ初取材、鳥貴族の研究開発室では一体何が。中には白衣を着た人が。より美味しいものを提供していかないといけないので、基礎研究というところですね。この研究開発室では鶏肉調理の実験や検証が行われている。この日はもも肉と胸肉を2セット用意。1セットは焼き上がったものを常温で冷ます。そしてもう1セットはここに入れます。機械で一気に冷ます。この2種類を比べてみると、こちらこの下に溜まっているのが焼いた後に出てきた肉汁です。常温で冷ました方は肉汁が出てさらに溜まっているが、急速に冷やした方は肉汁がほとんど出てきていない。やはり肉の中に含まれている水分量の多い少ないっていうのは食べた時の食感には大きく影響を与えますので、水分が多く残ってるということはより柔らかくて美味しい商品を食べていただけるので。エターナルホスピタリティグループは去年新たに惣菜事業を立ち上げ、百貨店などで焼き鳥などを期間限定で販売している。冷えても美味しさを保てる調理方法を見つけるため日々検証を重ねているのだ。今冷凍技術とか解凍技術がどんどん進化してますので、それを絶えず試してみたりとか、鳥自身が一番美味しい状態というのは、例えば温度管理とか、そういうもっと基礎的な研究をやってるところですね。しかしやっぱりこの運命的なものを感じるのは焼き鳥大吉を買収するっていう、昔ね足しげく通っていたこの、その時どういう思いですか。やはり原点はやっぱり私にとっては焼き鳥大吉だったので、ある面もこう目標であり、憧れの存在でしたですね。ですからやはりグループインしてもらえた時は感慨深いものありました。そうですね。では続いてが最後の質問です。大倉社長が考えるリーダーにとって必要なこととは何でしょうか。お願いします。大きなビジョンを描くですね。得意の毛筆で、いやそうですね。お書きいただきましたね。大きなビジョンを描くっていう。今世界では8万点を目指そうと今掛け声をかけております。8万点。はい。今1150ぐらいなんですね。なるほど。で1億2000万人で1200店舗はもう見えてますので、じゃあ世界は80億人という人口がありますので8万点狙えるだろうということで、それは大きなビジョンですよ。じゃあ海外で僕らも鳥貴族をいただく日が当たり前になるかもしれません。なるかもしれませんね。
いや素晴らしいビジョンをまさに大チェーンじゃないですか。そうですね。次回は美容室の椅子や日本の美容業界に新たなトレンドを作り続けるタカラベルモント吉川秀隆社長。美を追求する100年企業の経営哲学とは。この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer または YouTube チャンネル大阪ニュースで。